り解説、美しき破滅。ベニス・ニシスの伝説的俳優ダーク・ボガードの名作重戦。マリサ、今日はどんな映画を紹介してくれるの？視聴者さんからもリクエストが来ていたわよね。ああ、今回はイギリスが生んだ伝説の名優、ダーク・ボガードの傑作映画ベスト10を紹介するぜ。彼は映画、ベニス・ニシスでの、大敗的な死に顔が有名だよな。あの独特な雰囲気は一度見たら忘れられないわ。でも、彼って最初からああいう難しい役ばかり演じていたの？実はそうじゃないんだ。若い頃は、ドクター・イン・ザ・ハウスをはじめとする、ドクターシリーズで、今のアイドルも顔負けの人気を誇る二枚目スターだったんだぜ。しかし彼は、安穏とすることなく、その輝かしい地位を自ら捨て去った。光の当たらない人間の闇や孤独を演じることにこそ真の役者としての価値を見出し、演技派へと転身した、ものすごい経歴の持ち主なんだ。アイドルから実力派へ転身したのね。どんな作品があるのか楽しみだわ。今回は彼のキャリアを振り返りながら、その演技の凄みに迫っていくぜ。ただし、彼の演技の真髄は衝撃的なラストシーンにあることが多いから、今回は結末まで触れる完全ネタバレありでの解説になる。未見の人は注意してくれよな。わかったわ。物語の核心まで知りたい人は、ぜひ最後まで付き合ってね。第10位。我が恋は終わりぬ。1960年。まず第10位は、1960年公開の我が恋は終わりぬから紹介するぜ。これは19世紀を代表するピアノの魔術師、フランツ・リストの半生を描いた伝記映画なんだ。リストって、あの超有名な作曲家よね？それをダーク・ボガードが演じているの？ああ、この映画の最大の見どころは、ボガードの貴公子の美貌をカラー映像で堪能できる点にあるんだ。最も美しい悲恋映画の一つとしてファンに愛されている作品だぜ。彼は劇中で、ロシアの公妃カロリーネと運命的な恋に落ちるんだ。ピアニスト役なんて彼の上品な雰囲気にぴったりね。でも公妃ってことは既婚者でしょ？当時の離婚や再婚はすごく大変そうだけど。その通りだ。敬虔なカトリック信者の彼女は、夫や教会の猛反対に遭うことになる。それでも二人は愛を貫き、長い苦労の末についにローマ法王から再婚の許可を得て、結婚式の準備まで整えるんだ。すごい、愛の力で障害を乗り越えたのね。じゃあハッピーエンドで終わるの？それが違うんだよ。ここからがこの映画の最大の悲劇だ。なんと結婚式の前日、バチカンの使者が現れて、結婚の許可は取り消されたトム・ジョーにも告げるんだ。政治的な圧力や教会の事情で、二人の愛は引き裂かれてしまうんだぜ。式の前日に、そんな残酷なことってあるの？あまりに救いがないわ。そうなんだ。リストは地上の愛に絶望し、ラストシーンでは愛する人との結婚を諦める道を選ぶ。彼は自ら修道院に入って漱石となり、残りの人生を神と音楽だけに捧げる決意をするんだ。結ばれないまま修道院へ行くなんて切なすぎるわ。でも、そんな悲劇的な姿もボガードなら絵になりそうね。ああ、叶わぬ愛に苦悩する姿と情熱的な演奏シーンが重なって、彼のスターとしての魅力が爆発した名作だと言えるぜ。第9位。ダーリング。1965年。続いて第9位は、1965年の映画、ダーリングだ。これは当時の最先端カルチャー、スウィンギングロンドンを象徴する作品だぜ。ダーリングなんて可愛らしいタイトルね。でも、これもやっぱり一筋縄ではいかないお話なのかしら？ああ、その予感は正しいぜ。この作品で注目してほしいのは、自由奔放な悪女に振り回されるボガードの、受けの演技の素晴らしさなんだ。主演のジュリー・クリスティはこの作品でアカデミー主演女優賞を取ったんだが、ボガードも英国アカデミー賞の最優秀男優賞を受賞しているんだぜ。二人揃って賞を取るなんてすごいわ。具体的にはどんな役どころなの？ボガード演じるロバートは、知的で誠実なテレビキャスターだ。彼はモデルのダイアナと恋に落ちて同棲を始める。でも、野心的な彼女は刺激を求めて、広告業界の男やイタリアの富豪へと、次々に男を乗り換えていくんだ。ひどい女性ね。誠実なロバートを裏切るなんて許せないわ。
最終的にダイアナはイタリアの王子と結婚してプリンセスになる。でも、形式だけの窮屈な生活に孤独を感じて、ロンドンのロバートの元へ逃げ帰ってくるんだ。やっぱりあなたしかいないってな。随分と虫がいい話ね。でもロバートはまだ彼女を愛しているんでしょ？受け入れちゃうのかしら？一晩だけはな。でも、ここからのラストシーンが最高なんだぜ。翌朝、復縁できると期待するダイアナに対し、ロバートは冷徹な顔でこう告げるんだ。君のことはもう愛していないってな。受け入れたと見せかけて、最後に拒絶しちゃうの？ああ、彼は彼女を完全に突き放して、イタリアへ追い返すんだ。かつて愛した女を冷たく見限るボガードの演技は、残酷だけどゾクゾクするほどかっこいいんだぜ。第8位、プロビデンス、1977年。第8位は、1977年のプロビデンスだ。これは巨匠アラン・レネ監督による、記憶と想像力が複雑に交錯する芸術的な傑作だぜ。アラン・レネ監督って、ちょっと難解な映画を撮るイメージがあるわ。今回のボガードは一体どんな役を演じているの？そこがこの映画の最大の見どころなんだ。実はボガード、この作品の中で冷酷な検事と優しい息子という、全く正反対の二つの性格を演じ分けているんだぜ。どういうこと？二重人格の役とか、双子の役ってことかしら？いや、もっとひねりが効いているんだ。物語の大半は、病気と老いに苦しむ作家のクライブが、不眠の夜に脳内で練り上げている小説の構想として進んでいく。その妄想の世界の中で、ボガード演じる長男のクロードは、父を憎む冷徹で皮肉屋な検事として動かされているんだ。家族を裁判にかけるような、殺伐としたシーンが続くんだぜ。なるほど、お父さんの頭の中の物語だから、実際の息子とは違う性格に脚色されちゃってるのね。勝手に悪役にされるなんて、なんだかかわいそうだわ。そうなんだよ。でも、夜が明けてクライブの誕生日会の当日になると、世界は一変する。これがラストシーンなんだが、実際のクロードたちが屋敷を訪ねてくるんだ。そこでの彼は、妄想の中とは全く違って、老いた父を心から気遣う、温厚で優しい息子なんだぜ。まあ、散々怖い姿を見せられた後に、本当はすごくいい人だったってわかるのね。それなら最後は温かい気持ちになれそうだわ。ああ、嵐のような妄想の夜が明けて、光あふれる美しい庭で家族みんなでランチを楽しむラストは、本当に美しいシーンだぜ。観客はそこで初めて、これまで見てきた冷たい人間関係が全て老作家の創作だったと知るんだ。ボガードの演技の振り幅と、圧倒的な映像美に酔いしれる名作だぜ。第7位、出来事、1967年。第7位は、1967年の出来事だ。これは監督ジョセフ・ロージー、脚本ハロルド・ピンターという、イギリス映画界が誇る黄金トリオが放った心理サスペンスだぜ。その夫人なら名作間違いなしね。今回はどんな役柄なの？また上品な紳士？確かに見た目はオックスフォード大学の哲学教授だから、知的で上品だ。でも、その内面にはドロドロとした醜いエゴと欲望が渦巻いているんだぜ。この映画は、そんな中年男の欺瞞をボガードが生々しく演じているのが最大の見どころなんだ。うわぁ、インテリなのに中身はドロドロなのね。具体的に何をしでかしたの？彼には妻子がいるんだが、教え子であるウィリアムの婚約者、アンナという留学生に密かに情欲を抱いているんだ。しかも、彼の同僚までアンナと不倫関係にあるという、欲望まみれの人間関係が描かれるんだぜ。教授たちが寄ってたかって女子学生を狙うなんて、ちょっと気持ち悪いわね。それで、タイトルが出来事ってことは、何か事件が起きるの？ああ、ある夜、スティーブンの家の前で、ウィリアムが運転しアンナが同乗する車が激突事故を起こすんだ。ウィリアムは即死してしまう。悲惨すぎるわ。目の前で教え子が亡くなるなんて、スティーブンもショックよね。普通はな。でもここでの彼の行動が最低なんだ。彼はアンナを車から救出して警察からかくまうんだが、ショック状態で放心している彼女に対し、抑え込んでいた欲望をぶつけて関係を持ってしまうんだぜ。
事故の直後によ。弱っている女性につけ込むなんて、人間のクズじゃない。そうなんだ。知的な仮面の下にある卑劣さを冷徹に描いているんだよ。映画のラストは冒頭と同じ衝突音で終わるんだが、悲劇は繰り返されるという虚しさが残る残酷な傑作だぜ。第6位、デスペア、光明への旅、1978年。第6位は、1978年のデスペア光明への旅だ。これはドイツのキサイ・ファスビンダー監督が、ロリータで有名なナボコフの原作を映画化した異色作だぜ。ナボコフにファスビンダーなんて、すごい組み合わせね。ボガードはまた難しい役を演じているの？ああ、この映画の面白さは、主人公の狂気が視覚的に表現されている点にあるんだ。ボガード演じるヘルマンは、ナチス台頭期のベルリンでチョコレート工場を経営しているんだが、次第に精神を病んでいくんだぜ。経営者なのに精神的に追い詰められちゃったのね。どんな風におかしくなっちゃうの？ある日、彼はフェリックスという薄汚れた不老者に出会う。そこでヘルマンは、こいつは自分と売り二つのドッペルゲンガーだ、って思い込むんだ。でも、観客である私たちが見ると、二人は似ても似つかない全くの別人なんだよ。全然似てないのに、売り二つだと思い込んでるの？それが狂気の表現ってことね。ゾッとするわ。そうなんだ。ヘルマンはその妄想に取り憑かれたまま、恐ろしい完全犯罪を計画する。彼は自分の死を偽装して保険金を手に入れるために、フェリックスを殺して身代わりにするんだ。似てないのに身代わりにするなんて、絶対にバレるじゃない。どうなっちゃうの？当然バレるぜ。彼は計画通り殺害を実行して、服を交換してスイスへ逃亡する。でも、死体は彼に全く似ていないから、警察にあっさり見破られるんだ。最後は隠れ家を包囲されて、逃げ場を失い破滅するんだぜ。自分の妄想のせいで破滅するなんて、まさにタイトル通り絶望なお話ね。ああ、知的な紳士が狂気の世界へ落ちていく様を、ボガードが不気味に演じきった改作だぜ。第5位、遠すぎた橋、1977年。第5位は、1977年の超大作、遠すぎた橋だ。これはショーン・コネリーやロバート・レッドフォードといった、当時の主役級スターが総出演した戦争映画だぜ。タイトルは聞いたことあるわ。スターばかりなんて豪華ね。ボガードも泥まみれになって戦ったの？そこがこの配役の面白いところなんだ。この映画でボガードが演じたのは、作戦全体を指揮するブラウニング中将だ。彼は前線で戦う兵士とは対照的な、冷徹なエリート軍人として描かれているんだぜ。エリート軍人？具体的にどんなシーンがあるの？例えば、ショーン・コネリー演じるアーカーと少将たちが、泥にまみれて命がけで戦っている最中、ボガード演じるブラウニングは安全な後方で、身なりを整えて優雅にお茶を飲んでいるんだ。この対比が、戦争の理不尽さを強烈に印象づけるんだよ。うわぁ、現場で戦ってる人からしたら、一番腹が立つタイプじゃない。でも、作戦は成功したの？いや、無謀な計画だったせいで大失敗に終わり、多くの犠牲者が出るんだ。でも作戦終了後、部下を失って抗議するアーカートに対し、彼は顔色一つ変えずに、モンゴメリー元帥は作戦を 90% 成功だと満足されているよと、現場の痛みなど関係ないと言わんばかりの態度を取るんだぜ。人がたくさん死んでいるのに成功だなんて、上層部の身勝手さそのものね。そして最後に、彼が言い放つセリフが伝説になっている。彼は自分の計画の甘さを認めつつも、どこか他人事のようにこう言うんだ。あの橋は少し遠すぎたなってな。それがタイトルの意味だったのね。あまたの兵士の命が失われたにもかかわらず、その一言で片付けられる虚しさ。冷酷だけど、戦争の虚しさを一言で表す名台詞だわ。ああ、スター俳優たちの中で、あえて憎まれ役の将軍を演じ切ったことで、作品に重厚なリアリティを与えた名演だぜ。第4位、地獄に落ちた勇者ども、1969年。第4位は、1969年の地獄に落ちた勇者どもだ。これは巨匠ビスコンティ監督による、大敗と残酷美が極まった傑作だぜ。
地獄に落ちたなんてすごいタイトルね。どんなお話なの？ナチス台頭期のドイツを舞台に、鉄鋼王の一族が権力争いの末に破滅していく物語だ。ボガード演じるフリードリヒは、一族の実権を握ろうとする野心家なんだぜ。野心家ってことは、今回は悪役なのね。どんな悪いことをするの？彼は愛人のソフィーと共謀して、当主を殺害するんだ。マクベスのように野心のために手を汚すんだが、彼らの悪巧みすら飲み込む、もっと恐ろしい時代の悪が存在したんだ。時代の悪って、ナチスのこと？ああ、劇中ではナチスによる粛清事件、長いナイフの夜も描かれる。この混乱の中で、ソフィーの息子マルティンが、ナチスに取り入って一族を支配し始めるんだ。身内にまで敵がいるなんて怖すぎるわ。フリードリヒたちの野望はどうなるの？無残に打ち砕かれるぜ。ラストシーンは本当に衝撃的だ。権力を握ったマルティンは、母とフリードリヒに即席の結婚式を挙げさせ、その直後に生産仮のカプセルを渡すんだ。結婚式の直後に死ねって命令するの？狂ってるわ。ああ、逃げ場を失った二人は、息子の目の前で服毒自殺を遂げる。カメラは苦悶に歪んだ二人の醜い死に顔を冷徹に映し出して終わるんだぜ。まさに地獄絵図ね。華麗な一族がそこまで落ちぶれるなんて、恐ろしい映画だわ。美しくも残酷なビスコンティの美学に、ボガードが体当たりで挑んだ一作だぜ。第3位、愛の嵐、1974年。第3位は、1974年の愛の嵐だ。これは女性監督リリアーナ・カバーニが描いた、公開当時世界中で賛否両論を巻き起こした衝撃作だぜ。愛の嵐だなんて激しそうなタイトルね。賛否両論ってことは、かなり際どい内容なの？ああ、結論から言うと、これはナチズムの狂気と盗作した愛を絡めた、映画史に残るカルト的な問題作なんだ。ボガードは戦後、過去を隠してウィーンのホテルでナイトポーター、つまり夜間受付としてひっそり暮らす元ナチスの親衛隊員、マックスを演じている。元ナチスが夜のホテルで働いているなんて、それだけで何かありそうな雰囲気ね。誰かに見つかったりしないの？ある日、ホテルに一人の美しい女性客が現れる。彼女はかつて収容所でマックスの性の玩具だった元囚人のルチアだ。普通なら憎むはずの相手だが、再会した二人の間には、支配する側とされる側の歪んだ愛が再燃してしまうんだぜ。被害者が加害者を愛しちゃうの？理解できないけど、怖いくらい情熱的ね。マックスの昔の仲間たちは、過去を暴かれるのを恐れてルチアを消そうとする。でもマックスは組織を裏切って彼女をかくまい、アパートに立てこもるんだ。食料も尽きて追い詰められた二人は、最後に究極の選択をする。どうなっちゃうの？二人でどこかへ逃げるの？いや、死を選ぶんだ。ラストシーン、マックスは大切に隠していた SS の黒い軍服を、ルチアは透けたドレスを身にまとう。そして二人は、夜明けの橋の上へと堂々と歩いていき、待ち構えていた元仲間たちに射殺されるんだぜ。最後に一番忌まわしい服を着て死ぬなんて、狂気じみているけど、悲しいくらい美しいラストね。ああ、ボガードの陰鬱な色気と、シャーロット・ランプリングの大敗的な美しさが融合した、忘れられない名作だぜ。第2位、召使い、1963年。第2位は、1963年の召使いだ。これはイギリスの階級社会の崩壊を描いた、心理サスペンスの最高傑作だぜ。監督はジョセフ・ロージー。脚本はハロルド・ピンターという黄金コンビだ。またそのコンビなのね。召使いってことは、ボガードが誰かに使える役なの？そうだ。彼はジェームズ・フォックス演じるトニーという上流階級の青年に雇われる召使い、バレットを演じている。この二人の主従関係が崩れていく様がとんでもなくスリリングなんだ。最初は料理から身の回りの世話まで完璧にこなす、理想的な召使いに見えるんだ。でも、そこがこの映画の恐ろしいところなんだぜ。完璧すぎて逆に怪しいってこと？裏で何を企んでいるのかしら？彼は自分の愛人であるベラという女を妹だと偽って、メイドとして屋敷に住み込ませるんだ。そしてトニーを誘惑させて、堕落の道へ引きずり込むんだぜ。
トニーは酒と女に溺れて、婚約者との関係も壊されてしまう。うわぁ、妹だと嘘をついて愛人をあてがうなんて、やり方が汚い。トニーもまんまと罠にかかっちゃったのね。ああ、トニーは次第に精神的に追い詰められ、バレットなしでは何もできないようにされてしまう。最初は卑屈なほど従順だったバレットが、徐々に態度を大きくして、最終的には主人であるトニーを子供のように扱い、支配していく様は鳥肌ものだぜ。完全に主従関係が逆転しちゃったのね。最後はどうなるの？トニーは追い出されちゃうの？もっと惨めだぜ。ラストシーンでは、トニーは完全に無気力になって床に座り込んでいる。その横で、バレットやベラたちが屋敷で大敗的なランチキ騒ぎを繰り広げているんだ。かつての主人が召使いの言いなりになって終わる、絶望的な光景だぜ。第1位、ベニスに死す、1971年。堂々の第1位は、1971年の不朽の名作、ベニスニシスだ。巨匠ルキノ・ビスコンティ監督が、美と死のテーマを極限まで追求した芸術作品だぜ。ついに来たわね。これが冒頭で言ってた、伝説の死に顔が見られる映画なの？その通りだ。原作小説では主人公は作家だったんだが、ビスコンティ監督は映画化にあたり、彼を作曲家グスタフ・マーラーをモデルにした設定に変更したんだ。だから劇中で流れるマーラーの交響曲第5番が、ボガードの演じる老芸術家のアッシェンバッハと完璧にリンクするんだぜ。彼は静養のために水の都ベニスを訪れるんだが、ホテルでタジオという美少年と出会い、その完璧な美しさに心を奪われてしまうんだ。おじいちゃんが少年に一目惚れしちゃったの？なんだか切ない展開になりそうね。事態はもっと深刻だぜ。当時ベニスではコレラという恐ろしい疫病が蔓延し始めていたんだ。観光客が次々と逃げ出す中、アッシェンバッハはタジオのそばにいたい一心で、命の危険を冒して町に留まることを選ぶんだよ。恋のために命を懸けるなんて。でも、老人が少年に振り向いてもらうのは難しくない？だから彼は、自分の老いを恥じて理髪店へ行くんだ。白髪を黒く染め、顔におしろいを塗り、口紅まで引いて、無理な若作りをする。その姿は痛々しくもあり、同時に危機迫る執念を感じさせるぜ。そこまでして、それで、彼の思いは届くの？いや、最後は映画史に残る悲劇的な死を迎える。リド島の波打ち際にあるデッキチェアに座り、海に入るタジオを見つめながら、アッシェンバッハは息絶えるんだ。その時、暑さと油汗で化粧が崩れて、黒い髪染めの液がまるで涙のように頬を伝って流れるんだぜ。それが伝説のラストシーンなのね。美しさと醜さが混ざり合って、なんて壮絶なのかしら。ああ、老いと死の恐怖、そして美への渇望。すべてをあの死に顔だけで表現したボガードの演技は、まさに映画史の頂点と言えるな。総評、まとめ。アイドル的な人気だった初期のドクターシリーズから、最後のベニスニシスの老作家まで、ダークボガードって本当にすごい役者さんだったのね。ああ、彼は単なる2枚目スターとして消費されることを拒んで、自ら茨の道を選んだんだ。今日紹介した映画のように、人間の醜さや孤独、狂気を演じることで、本物の俳優としての地位を確立したんだぜ。その覚悟があったからこそ、あんなに心を揺さぶる演技ができたのね。彼の作品、もっと見たくなったわ。視聴者のみんなも、今回紹介した中で気になった作品や、他に好きなボガードの映画があったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。他にも昭和の名優や名作映画の解説動画をたくさんアップしているから、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いするわね。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。